登頂困難な世界の山ランキング。10位、リンソンマシフ、南極大陸。標高4892メートル。南極大陸にある山の中で最も標高が高く、1958年に発見されたばかりの山です。この山の恐ろしいところは、やはり天候です。南極は地球上で最も寒冷な場所でマイナス40度まで下がる。山頂では風速80メートル、時速300キロ、新幹線の窓から顔を出しているような凄まじいブリザードが吹き荒れます。登頂までの平均日数は7から21日間。登攀中事故や病気にかかったとしても、病院の施設は南極に存在せず、最寄りの医療機関は海を渡ったチリにしかないため、最低でも1週間はかかる。9位マッターホルン、スイス。標高4478メートル。アルプス山脈の象徴的存在であり、ゴルナーグラート鉄道、シュテリゼー湖、山肌の雪や高山植物、観光名所としても人気です。角のように切り立った崖が特徴的なスイスの名峰。その美しさに魅せられて、毎年数百人が登頂に成功している山ですが、多くの人が成功しているからといって簡単に登れる山ではありません。1865年の初登頂から500人が命を落とし、現在でも毎年に3人の死亡者が出ています。この山の大きな脅威は、見てわかる通りその絶壁にあります。頂上に登るにはこの絶壁を張って進まなければなりませんが、その時に落石に見舞われることがあります。絶壁の高低差は1000メートル以上で、一度落ちたらまず助からないルートとなっています。8位、セロトーレ、チリ。標高3128メートル。登頂までの平均時間は4から7日。チリのパタゴニアの表現にあるセロトーレは、御影岩のツルツルした岩肌、また垂直に近い絶崖と、唯一無二の針峰状の尖った形状は、多くの登山者を引きつけてやみません。山頂は4つあり、一番高いのが3128メートル、次いで2685メートルとなっています。どの山頂も氷の塊で覆われているため、登頂まで登ることを非常に難しくしています。寒冷な気候と時速 130km のブリザード、難攻不落の最も困難な山の一つです。7位アイガー、スイス。標高3970メートル。登頂までの平均時間2から3日。アイガー登山にはいくつかのルートがありますが、その中でもアイガー北壁は非常に過酷で、死の壁と呼ばれ恐れられています。岩壁の高さは1800メートルで、垂直に見えるほどの岩壁は平均斜度60度。岩壁は雪や氷で覆われています。そのため、ピッケルを突き刺して壁をよじ登っていかねばなりません。また傾斜が90度以上の場所が300メートル続く難所も点在。その際に落石や氷雪の落下や滑落で命を落とす人も少なくないのです。6位、デナリ、アメリカ。標高6190メートル。登頂までの平均日数21日間。登頂の成功率は 50%。北アメリカ最大のデナリは孤立した場所にあり、悪天候、過酷な気温。山頂の気温は夏でもマイナス20度以下。これまでにマイナス 73.3 度の最低気温を記録。とても過酷な登山になります。またデナリは他の山よりも空気が薄く、冬のデナリ山脈の気圧はヒマラヤ山脈の7000メートル級に匹敵。高山病にかかる危険性が非常に高い。5位エベレスト、ネパール、チベット。標高8848メートル。登頂までの平均日数54日。エベレストは世界一高い山ですが、難易度は高いほど上がるわけではありません。しかし気象や標高はいずれも命取りになる。特に雪崩は2015年に18人が死亡する史上最悪の大事故が発生。一方で登山者が多く、ノウハウが蓄積されているため、登頂は昔に比べてはるかに容易になっています。専属のスタッフが付き添い、安全が確保された登山ツアーも数多く開催。氷壁などの危険な場所を避けて、固定ロープやはしごでの移動で登頂できます。登山者は増加傾向にあり、ピーク時にできる登山ルートの渋滞が問題化しています。4位、バインターブラック、パキスタン。
標高 7285m、 登頂までの平均日数不明。鬼を意味する字オーガ、人食い山と呼ばれる山。バインターブラックはまだ人類が3回しか登頂していない登頂困難な山。1977年に初登頂されてからは、その後24年経った2001年に2人目の登頂者が出たほどです。バインターブラックの情報はほとんどなく、写真もありません。初登頂はイギリスのダグ・スコットは頂上直下で滑落し、両足を骨折。四つん這いと懸垂下降で8日かけてベースキャンプまで下山。世界有数の登頂困難な峰として知られており、高度な専門技術を持っている登山家たちを魅了する山となっています。3位カンチェンジュンガ、結構覚えにくい名前ですね。標高 8586m、 登頂までの平均日数40から60日、登攀距離と高地順応期間が長い、世界で3番目に高い山です。チベット語で雪、大きい、宝、5、5つの方向を持つ偉大な雪山という意味を持つ。この山は登頂技術などが向上している現在も死亡率が上昇しています。2024年現在、登頂者はおよそ300人で、50人が登山中に死亡しています。死亡率は 22% に達し、エベレストが 4% 弱で、あることを考えるとやばい山と感じます。また、この山は人里離れた場所にあるため、山に到着するだけでも15日以上かかります。皆さんも登りに行くときは気をつけてください。2位 K2、 パキスタン、中国。私でも知っている有名な山ですね。標高 8611m、 登頂までの平均日数60日。エベレストよりも厳しい気候条件にある上に、雪崩や滑落が起きやすい山。最近も日本の有名登山家が滑落していましたね。エベレストの 6.5% に対して K2 の致死率は 25%。 やばいです。やばすぎますね。またかなりの奥地にあるため、山に到着するまでにこれまで登頂者300人前後に対して死亡者数は84人に上っています。皆さんも気合を入れて登ってみてください。1位、アンナプルナ、ネパール。かわいい名前だと私は感じてしまいました。標高 8091m、 登頂までの平均日数40から50日。世界で9番目に高い山。アンナプルナは死亡率が 40% に達する世界一危険な山です。怖いです。8000m 級の山に挑むプロの登山者たちは、この山で命を落とす可能性が最も高いのです。激しい暴風と雪崩が登山者への非常に大きな脅威となっており、特に南側からのルートは世界で最も危険な登山だと考えられています。これまでに登山者191人に対し、死亡者は61人に達しています。皆さんも頑張りましょうね。当チャンネルでは、この事故の続報、山岳遭難、登攀中の事件事故を発信しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。